結構鶏をメインそうに。メインで醤油ベースで。鶏メインの醤油ベース。はい、そうです。あ鶏ガラの醤油ベースでスープ作ってます。ありがとうございます。おはようございます。東海さんのお蕎麦とうどんと。立てやと思うんですけどね。わ、いいですね。ね、なかなかね、うどん屋でないと。油が嫌いな。わあ、ええ香りですね。麺はどこから取り寄せているんですか？川内のね、神戸はい、いただいてるんです。おうどんも。おうどんも。両方とも。本格的よね。ありがとうございます。みんなはもう自分のとこに来た分を映してね、YouTube に上げたりしてるけど。そう。はい。長兵衛さんだったら、ようもやっぱ中華そばが。あ、中華そば、ほとんど中華そばです。ほぼ中華そば。10人来たら10人とも中華そばになりますね。そうなん。はい。で、うちのこと知ってる人はね、うん。で、知らん人は、割とうどんとかね、うどん屋から、うどんが欲しいいう人もおるんですけど、特に県外の人とかは、やっぱりうどん言うて言いますね。くれくれってテレビに映ったり取材に来て、本にもいっぱい載ったんですよ。あ、そうなん。それでね、うどんより中華そばの方が美味しい言ってね。口コミが広まっていって。口コミから。でもみんなが中華そば食べに来てくれるようになったんです。あ、そうなん。はい。ありがとうございます。あ、じゃあ早速いただきます。調査潜入。どうも、うどん探偵すみです。本日調査するお店はこちら。中華そば、うどん、長兵衛。中華そば、うどん、長兵衛。よいしょ。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。どうぞ、お一人ですか。はい。はい、どうぞ。どうぞ。こちらにあります。何しましょうか。はい。長兵衛さん名物の中華そばの小。小で、はい、ありがとうございます。あとでおうどん小も。あ、はい、ありがとうございます。特製のきつね寿司いただきましょう。よいしょ。大きくてずんぐりしてる。あ、いっぱい具材が入ってます。で、海苔はね、自由に使ってもらって。はい、ありがとうございます。こちら、中華そば、うどん、長兵衛さんの中華そばです。トッピングにチャーシューとハム、両方入っているのが面白いですね。そして、名物のきつね寿司です。早速、いただきましょう。いただきます。それでは、まずはスープからいただきましょう。よいしょ。黄金の特製鶏ガラスープですね。それでは、いただきます。
少し甘い感じでほっこりできる味ですね。もう一杯いってみましょう。こうやってスープを飲んでるうちにじわじわとやみつきになるような特製スープですね。いかん。麺が干上がってしまう。さあ、麺をいただきましょう。それでは、よいしょ。麺をいただきます。中細系のストレート麺ですね。歯応えがあって、喉越しが良くて、特製鶏ガラスープとよく絡んで美味しいですね。これぞ昭和食堂の中華そばって感じがまたいいですね。そしてこのチャーシューとハムが2枚入っているっていうのもまた食堂の中華そばって感じがすごくいいですよね。僕こういうハム大好きなんですよ。いただきます。オムレツハム、ね。そしてこのチャーシューもいただきます。チャーシューも素朴な味で噛めば噛むほど旨味が溢れ出すいいチャーシューですね。それでは長兵衛さん名物のきつね寿司もいただきましょう。中には具材もたっぷり入ったきつね寿司です。それではいただきましょう。ほんのりとお揚げさんが甘く、ご飯が一粒一粒いい感じに揃って美味しい。これ意外と中華そばときつね寿司2つ意外と合うかも。お出汁はもう家で、お出汁といりこと昆布で、いりこ昆布、作ってます。普お通の。出汁も自家製で。はい、そうです。だしは全部自分のところでやってます。お揚げさんがお揚げさんと赤いトバが乗ります。はい。はい。ごちそうさまでした。昔はここでね、火炊いて、これを炊いて沸かしてたんですよ。これを、薪で。そうです。そしたらもう全然なんですよね。長兵衛さんともうできて。でも90年近く。90年。昭和の最初やりだったからね。じゃあ戦争前ぐらい。そうですね。戦争もだいぶ前ですね。これはもうこの地で。はい、もうこの建物そのまま。もう昔はもうなんか食堂屋さんだったんですか。昔はね、ここね、なんか港があったから、それでお客さんとか漁商人とかしてたんで、旅館してたみたいなんです。旅館。で旅館してたからちょっとうどん出そうか言うておうどん出して、それからうどん屋になったみたいな話は聞いたことある。もともとはうどん屋さんから旅館から始まって、飲食はおうどんに出してあげて帰ってもらっていうことでおうどん屋さんになって、で今はもう中華そばの方がちょっと有名になって中華そばの味になってしまいます。